いまだに僕ワクワクしますけど、現場ってめちゃおもろいじゃないですか。時代の過渡期に俺はおるんやな。お疲れ様です。お疲れ様です。今回ね、いろんな方に集まっていただいて、ジョーさんの発信した内容と少し被るんですけども、僕も建設業界を盛り上げたいということで YouTube の発信をしてるんですけども、実際にその中学生、高校生にこの業界の魅力を伝えるとしたらどういうことだろうなっていうのをあまり僕が定まっていないなと思いまして、皆さんいろいろ建設業界に携わってる方なので、建設業界をやってたことによってこんなメリットがあるよとかっていうのを、若者に伝えてあげたらイメージしやすいのかなと思いまして、なるほど。ちょっと皆さんの簡単な自己紹介とともに建設業界に携わって良かったこと、楽しかったことを教えていただきたいと思います。はい。ってことで簡単にまず僕から、僕は電気工事業をしてるんですけども、結構電気屋さんって電気の照明器具を変える以外にも、木で細工したりとかいろんなことするんで、ちょっとした DIY とか、車の修理とか、同じく電気なんで、あとは家の何かね、家具というんですかね、壊れた時もちょっと調べたりしたら、道具も大体持ってるので、行うことができるっていうことで、そこは僕電気屋やっててよかったなっていう思う時でございます。ということでこんな感じで一人ずつ教えていただきたいんですけども、すいません、ちょっと自己紹介とともに。よしいます。僕はですね、スーパーゼネコンさんの下で、設備系の断熱の工事をしている職種なんですけども、この断熱の業種だからこそ持ってる技術っていうのは特にはないんですけど、建設業の中に特化していると、僕の場合建築業にいるので、建築屋さんがたくさんいるんですね。なのでその中でやっぱさっきユウさんが言われてた通り DIY をするってなった時に、例えば壁掛けのテレビをかけるとかってなった時に穴を開けて中に配線を通してで、また出してコンセントを入れるとかっていうのも、ボードに穴を開けたりだったりとか、あとはま柱センサーで、測ってそこにボード用アンカーを打ち込むみたいなのって普通は知らないじゃないですか。そこを業界内にいると知ってる人たちがたくさんいるので、聞くと、ヨッシーさんそれこうやってできるよっていう知見をたくさんいただけるんですよね。その時に持ってなかったら道具とかを職員さんとか貸してくれたりするんですよね、仲良かったら。で、これあるからこれ使ってみたいな感じで、やってみたらうまくいきましたみたいなことがあるので、DIY するってなった時に、本屋だからこそできることっていうのは特にはなくても、建設業の中にいることによって周りの知見をたくさん聞いて、なんですかね、家の中のものを大概のことを直せるというか、そういうのメリットがあるなと思いますね、うちは。で、その家のことをやるぐらいでやったら、その端材もありますもんね。ありますね。ありますね。最近だと僕、庭に防犯カメラつけたんですけど、その時も穴開けて本当にいいんだろうかだったりとか、どういうふうに配線通すのか、その配線通すとこなんかは、本当電気屋さんに聞いて、その電配を通していって配線をっていうのを聞いて、どういうふうに通すのかみたいなとかも聞いてですね、それを電気屋さんに教えてもらいながらやったらやっぱ綺麗にできて、それめちゃくちゃ良かったなと思いますね、そういうのは。それだけでもやっぱ10万弱はかかりますもんね、依頼したらね。自分でやると0円でね、自分のリンクだけです。なるほど。素晴らしいですね。ありがとうございます。ちなみに YouTube チャンネルをね、されているということで。はい、よし親方の YouTube チャンネルもぜひ見てもらえればと思います。初顔出してる。では概要欄に貼っているので、ぜひ遊びに行ってください。次お願いします。関西建設学院、ひげがらと言います。普段は土木とか建築系の施工管理技師の講師として仕事をしてて、それの情報発信をしております。もともとはそのゼネコンで働いたりとかもしてる現場で、何が楽しかったのか何が良かったかなっていうのを思い出すと、ちょっとベタですけど、やっぱその土木工事とかっていう、物の形が残るんで、将来この道にはこの道作ってんとか、この橋脚作ってんとか、物がやっぱテンション上がりますよね。その現場で時とか、物がずらーっと橋脚が並んでる映像とか、綺麗な道路がさーっとできてるとか見ると、やっぱり、いや、この仕事すげえな。子供心にその工事現場とかって外から見たのが、その中にいるテンション上がる楽しさ。うわ、足場の上にいるよって。皆さんももちろん当たり前ですけど、これって傍から見たら当たり前じゃないですか。僕も初めて現場入った時に、この足場に登ってって上から見た景色って、ちょっとテンション上がりました。結構ちっちゃい子が外から見てますもんね。そうなんですよね。やっぱり重機とかって、いまだに僕ワクワクしますけど、現場ってめちゃおもろいじゃないですか。それをぜひね、魅力を伝えたい。
まあ物ができる楽しさとその中にいる楽しさですね。建設業のまあ良さというか、まあ楽しいとこかなというのを私は感じております。このライフラインの仕組みを知れるってことですね。はい、確かに。かっこいいですよね。ありがとうございます。で、YouTube されてるということで。はい。どのようなその土木とか建築の施工管理技師の資格を取りたい人のYouTube になるので、もう施工管理技師全般プラスになることがあると思う。建設業に携わって主任技師者になりたいという人は、2級の建築施工、土木施工とかね、それぞれの施工管理あると思いますが。電気もやってるんですか？電気はね、直接電気ではやってないんですけど、関連する部分、法規とか施工管は共通する部分があるので、その部分では参考になる部分はあるかなと思うので、はい。ぜひ見ていただけるとありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ次お願いします。エンタです。よろしくお願いします。お願いします。うち僕はエンタののり面管理塾っていうブログをやっておりまして、大体多分プロばっかり見てるんですけど、うち大体6000人ぐらいが毎日来ていただいて、すごいですね。はい。すごい見ていただいてるんですけど、ただプロばっかりなので、一般の方はほとんど見てないと思うんですけど、それをだから地滑りだとか崖崩れだとか、そういう災害系の工事業者ですね。で、僕らがこういう業界やっててよかったなと思うのは、図面を見れるので、図面を読むことができる。ってことは、物の構造がわかる。かつ、またその図面を描くことができる。なので、世の中の仕組みだとか、そういうのを、例えば椅子がここにありますよっていうのを、じゃあ、とりあえず簡単にスケッチして、それを図面化したろとかっていうのが簡単にできる職業なんですよね。だからね、土木の方は特にそうなんですけど、図面が描けると、結局世の中のもの何でも作れちゃうんですよね。だからそういう基礎的なこの学びがあるので、そこはすごくいい業界かなと思いますね。自分の家の中の家具の配置とかもパパッと書けちゃいますね。もう簡単に書ける。やりますね。はい。引っ越すときに寸法がなんぼでそう。だから簡単にできるんですよ。だからこの業界にいると、だからさっきね、DIY でできるって言ってたじゃないですか。それもしっかりで、結局その構造が分かってるからできるよね。で、世の中の僕ら建設業じゃない方っていうのは、これがどうやって作られてるかって分からない人が多いんですよ。一つのものが。で、実際開けてみて、こうなっとんのや、これだって俺でもできるわっていう状態なんですよ。実際は。だから、ヨッシーさんなんかも同じ業界に似たようなところにいるからみんなね、DIY ができるよねとか、そんな話なんですよね。僕らは結局その構造がよく分かる。物の構造をよく知ってる業種になるんじゃないかなと思ってるんで、そこはすごく魅力的じゃないかなと思ってるんですよね。ありがとうございます。ブログのリンク貼っておきますので。よろしくお願いします。お願いします。ぜひお願いします。じゃあ最後にお願いします。はい。前ね、コラボさせてもらったんで。そうなんですよ。ゆうさんとはね、前回、もう2、3ヶ月前ですかね。コラボで動画出させてもらいました。上昇ちょっと言います。よろしくお願いします。お願いします。僕の携わってよかったことっていうのはもう、ひげごろさんがそのまま言っちゃったので、僕はこう順番回ってくるまで何喋ろうかな。ほんで、似たようなことをまたエンタさんが今言っちゃったんで、物作れるで、みたいな。そういうことは、土木の人らが考えることっていうのは、1番、2番その辺なんですよ。で、その言われちゃったんで、最後やからどうしようかなって今、ずっとエンタさんの終わるまで、バンギアまで考えてて、で、こうしようって思ったんが、今、建設業って基本はアナログなんですよね。アナログ。例えば、皆さんのお家の家の基礎とか、家の前の川とか道路とかのコンクリートって、型枠とかね、つけて、で、コンクリートを流し込む。建設業界は生コン挫折する。型枠の組み方とか考え方っていうのはもう昭和戦後ぐらいから変わってないんですよ。もう型枠、型枠でも木やからね。木置いて、なんか穴開けて、棒入れて、セパとか言うんですよね。ホーム台つけて、金具かけて、ヒュッみたいな。考え方がもう古いんですよ。ね、要は昭和の初期の頃から進化してないんですよね。それはなんで進化してないかっていうのはそれで物はできたんですよ。震災があって、僕はもう阪神淡路大震災の時からずっと働いてるんですけど、それから東日本大震災があったり、熊本のね、地震いろいろありますけど、それを復興しますって言っても基本ベースは型枠だって一緒ですよね。型枠だってしないとコンクリートにならないよねと。で、遠藤さんの会社とかやったらのり面のね、斜面のところでかけてやるのは、あそこは型枠ないところはちょっと硬めのでええかな。そんな感じなんですよ。で、結局、そこって今、時代の流れで、昔はアナログやったけど、デジタルとか、技術開発せなあかんやんっていうところの、このギャップがすごい業界の一つなんですよね。建設業って。やっぱり、
昔やったら測量行くのになんか2、3人で山の中入っていって、なんかもう機材据えて見て見えへんから、あそこの木払えとか言ったけど、今もドローン飛ばして撮りましょうかとか、レーザースキャナーでしましょうかとか、で、CAD ももう3次元で、3次元って何やね X とか Y って何度いいわみたいな。まあ昔やったら、遠藤さんが言ったみたいに手で描いてね、自分でも描いて。やけども図面の CAD でもうパソコンでできますよ。それが2次元やったら3次元になりますよ。それがもうだんだん当たり前になってきてるということは、昭和の時から変わってなかったのが、ここ5年10年でグンと変わってるってことは、変化がすごい大きい。今のその型のところももう二次整理、要は工場で作ったやつ現場で起こうなというような流れになってきてるんで、それはまあ他の理由もあるんですけど、要はその技術開発がすごい激しいんで、建設業で携わってると、今やったら昔のやり方も見れて、こんなんもあるんかいみたいな。まあ要は空飛ぶ円盤のレベルではないけども、それに近いこう技術のギャップがこう目の前でこう見れるんでね。ああ、こんなんがこんななるんや、みたいな。まあその辺のもう楽しさというか、ひげごろさんがちょっとおっしゃった現場の中に入らないと、実際に自分でしないとわからないので、一個ずつはみんなしてるんですよ。もちろんスマートフォンもそうですよね。もうすごい技術だけど、それが実際現場でこう使われてるっていうのは、実際に現場に入るとわかるんで、その、建設に携わったらそういうこう楽しさというか、面白さというか、時代の過渡期に俺はおるんやな、みたいなのを目の前でこう見れるんで、もう進化しきってしまうと、もうないじゃないですか。昔の昭和の型がとかないけど、今は見れる。実際現場でやってる。まあ、そういう楽しさが、まあ、あるのが今の建設業かなとは思いました。この順番回ってくる間にそれを考えてました。はい。そういう感じですかね。はい。ってことでありがとうございました。はい。ありがとうございます。これからね、就職に悩んでる方、よかったら建設業にね、入ってみてください。はい。ってことで今日は僕以外にも皆さん各自動画撮ってまして、はい、そちら僕の概要欄に貼っておきますので、ぜひ見に行ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず、面白くしたいです。電気屋を。